アーイシャ、忠実な信者の母は、次のように伝えています。アッターの死とアッターの祝福あれへの神の啓示の始まりは、明るい昼のように実現する良い夢の形で、それから隠遁の愛が彼に授けられました。彼はヒラーの洞窟に隠遁し、家族に会いたいという願いが叶うまで何日もの間、そこで、アッターの実を崇拝し続けました。彼は滞在のための旅の食料を携えていき、その後、妻のハディージャの元に戻って同じように食料を摂取していましたが、ヒラーの洞窟にいる間に突然真理が彼に降りてきました。天使が彼の元にやってきて、読むように言いました。預言者、アッターの祝福あれはこう答えました。私は読み方がわかりません。預言者、アッターの祝福あれはこう付け加えた。天使は私を力ずくで捕まえ、耐えられないほど強く押し付けた。それから彼は私を離し、再び読むように言ったが、私は読み方がわからないと答えた。すると彼はまた私を捕まえ、二度目に私が耐えられないほど強く押し付けた。それから彼は私を離し、再び読むように言ったが、私はまた、読み方がわからない。何を読めばよいのかわからない、と答えた。すると彼は三度目に私を捕まえ、私を押さえ、それから話してこう言った。創造主の御命において読みなさい。彼は地の塊から人間を作った。読みなさい。あなたの主は最も寛大な方である。96.1、96.2、96.3 それからアッターの死とアッターの祝福あれは激しく鼓動しながら啓示を受けて戻ってきた。それから彼はハディージャ、ビント、フワイリドのところへ行き、私を追って、と言った。彼らは彼の恐怖が消えるまで彼を追い、その後彼は彼女に起こったことをすべて話し、私に何か起こるのではないかと恐れている、と言った。ハディージャは答えた。決して、アッターにかけて、アッターはあなたを決して恥ずかしめたりはしない。あなたは親族と良好な関係を保ち、貧者や困窮者を助け、客人に寛大に接し、災難に見舞われたふさわしい人々を援助する。それからハディージャは彼と一緒にいとこのワラカ、ビン、ナウファル、ビン、アサド、ビン、アブドゥル、ウザのところへ行った。彼はイスラム以前の時代にキリスト教徒となり、ヘブライ文字で文章を書いていた。彼はアッターが望む限りヘブライ語で福音書を書いた。彼は老人で視力を失っていた。ハディージャはワラカに言った。おう、私のいとこよ、あなたの老いの話を聞いてください。ワラカは尋ねた。おう、私の老いよ、何を見たのですか。アッターの死とアッターの祝福あれは、自分が見たものをすべて説明した。ワラカは言った。これは、アッターがモゼに使わした秘密を守る者、天使ガブリエルと同じ人物です。私は若くて、あなたの民があなたを追い出す時まで生きられたらよかったのに、アッターの死とアッターの祝福あれは尋ねた。彼らは私を追い出すでしょうか。ワラカは肯定的に答えた。あなたが持ってきたものと似たものを持ってきた人は、誰でも敵意を持って扱われました。あなたが追い出される日まで私が生きていれば、私はあなたを強く支持します。しかし数日後、ワラカは亡くなり、神の啓示もしばらくの間中断されました。ハディースの説明。アーイシャ神のご加護がありますように、箱を言いました。預言者、神のご加護と平安がありますようにが啓示に関して最初に始めたのは、彼が眠っている間に見た良いビジョンでした。彼はビジョンを見ることはありませんでした。明瞭さと出現の点で、それは夜明けの光のように現れた。彼は、神が祝福し、平安を与えてくださいますように、天使が彼を驚かせ、彼に明確な予言をもたらさないように、そのビジョンから始めました。突然、人間の力ではそれに耐え、彼は預言者としての最初の特徴から始め、隠遁生活が彼に愛され、神が彼に祝福と平安を与えたように、平の洞窟に隠遁し、何晩もそこで礼拝し、一晩か二晩、そしてそれは彼が家族のもと、ハディージャ、神が彼女に満足されますように、のもとに戻る前のことでした。そして彼は隠遁と礼拝のための準備を整え、そのような夜お世話し、彼が家族について言及した後にハディージャについて言及したのは、曖昧さの後の解釈かもしれないし、あるいは、その規定が彼女からのものであって他の誰からのものでもないということに特化していたことの示唆かもしれないが、彼がヒラの洞窟にいた時に啓示が彼にもたらされた。メッカの山で、ガブリエルは17日の月曜日に彼の元に来ました。私はラマダンを逃しました。40歳の時、ガブリエルは彼に言いました。読んでください。彼は言いました。私は読み方がわかりません。彼は言いました。ガブリエルは私をつかみ、抱きしめ、そして強く抱きしめました。彼は私の能力の限界に達するまで私を抱きしめ、そして私を解放した。ガブリエルは、読んでと言った。私は、読み方がわからないと言った。彼は私を抱きしめ、
そして私を抱きしめた。私の能力の限界に達した時、彼は私を解放し、彼は言いました。読んでください。私は言いました。読み方がわかりません。それで彼は私をつかみ、抱きしめ、私の能力の限界に達するまで3度目の抱きしめをしました。それから彼は私を離して言いました。はじめ中創造主であるあなたの主の名を。彼は血持ちから人間を作った。読みなさい。あなたの主は最も寛大な方である。終わり中そこで預言者は、神が彼に祝福と平安を与えられますように、震えながら、心をかき乱しながら、その詩を持って戻った。彼が慣習や習慣に反する何かに驚いたとき、彼は信者の母であるハディージャ、ビント、フワイリド神が彼女に満足されますようにのもとに行き、神が彼に祝福を与え、彼に平安を与えてくださいますようにと言いました。私を覆ってください。私を覆ってくれた。彼らは恐怖が消えるまで彼を覆った。それから彼はハディージャに自分に何が起こったかを告げ、こう言った。私は自分自身が死ぬことを恐れた。恐怖の激しさから、ハディージャはこう言った。いいえ、そんなことは言わないで、神にかけて、恐れることはない。神は決してあなたを恥ずかしめたりはしない。あなたは恩人なので、親族関係を維持し、必要なすべての重荷を負い、他の人には得られないものを人々に与え、客人を尊重し、食事や宿泊を用意し、事故や災害の際には助けます。災難が重なり、これは上記とそれ以上のことが重なったため、ハディージャは、彼をワラカに引き渡すまで彼と一緒に行った。彼女のいとこであるイブン、ナウファル、イブン、アサド、イブン、アブドゥル、ウッツァとワラカは、1840年にキリスト教に改宗した。彼はイスラム以前の時代からヘブライ語で書いていました。福音書から神が彼に書いてほしいことをヘブライ語で書いていました。彼は盲目になった老人でした。そこでハディージャは彼に言いました。おう、いとこよ。ワラカは、おいよ、何が見えるのかと尋ねた。預言者、神の祝福と平安あれは、自分が見たものを彼に伝えた。ワラカは彼に言った。これは神がモゼに使わした天使、つまりガブリエル。彼に平安あれです。私が若かった頃だったらよかったのに、あなたの預言者性が現れたのは、私があなたを大げさに支持するためでした。あなたの民があなたをメッカから追放したとき、私が生きていたならよかったのに。彼に平安と祝福あれ、言いました。彼らは私を追放するでしょうか。彼は言いました。そうです。私がもたらした啓示を、害を受けずにもたらした人はこれまで一人もいません。なぜなら、標準を超えるにはそれが必要であり、預言者は信仰の完全さをテストされるからであり、もしあなたの預言者としての地位が広まる日が来たら、彼は力強く雄弁な支援であなたを教えるだろうからである。彼は自分の預言者性を認めたが、イスラム教への証明を受ける前に亡くなり、ワラカも死ぬ前に長く止まらなかったため、この話の後も彼の死は遅れなかった。その後、啓示はしばらく途絶えた。